はいこんにちは MD ジャックです。はいです。耳の妖精ミミです。はい、今回は TRN コンクですね。モデル名の通り巻き貝をイメージしたデザインが素敵です。アリエクスプレスの11セールで買ったんですけど、思ったより早めに届いたんでちょっとびっくりしましたよ。6日ぐらいで届いたね。他にも何か買ったの？ MT4 プロとイントラコンカの EMA、あとリケーブル用に T2 プロを買いました。かなりお安く買えたんで、なんだか嬉しい。今回は愛ちゃんが買ったコンクを借りる形でレビューを進めるよ。あまりないケースね。新鮮でいいわ。まずコンクの第一印象はどんな感じなの？とてもスッキリしてるのよね。3000円台で買えたんだけど、ワンランク上の音に思えるの。価格帯からするとエントリーモデルなんでしょうけど、お値段以上って感じかな。じゃあ、ニトリだ。まあそうね。お値段以上その2として、同梱品ね。内容は上の通りなんだけど、リアーチップは TRN ティップスが SML 各ワンペア。これ単体で買うと980円なのよね。売ってるやつはサイズごとの販売だから SML が一度に試せるのはいいよね。そうなのよね。それからケーブルもワンランク上で TRN-TA3 とかに付属してたやつだと思うけど、ジャックが交換できるタイプ。ケースも付いてるし、なんか価格設定間違ってるんじゃないって思っちゃった。愛ちゃん、さらにあれも忘れてない？ああ、そうでした。チューニングノズルも付いてるんですよ。やっぱりニトリだ。お値段以上だ。外観はリキッドメタルを使用していて、詳細は上の通り TA1 のようなタンクボディがベースになっていて、この部分が追加されトータルで巻き貝のようなデザインに見える。リキッドメタルについてはチャット GPT に要約してもらったので載せておくね。サイズ、重さはこんな感じです。小さめで装着感はとてもいいです。片側 8.1g はちょっと重めですけど、オール金属ボディですからね、とても頑丈です。ドライバーは DLC 複合振動板を使用した 10mm ダイナミックタイプが1機。価格帯からすると振動板素材は LCP が多かったりするんですけど、複合とはいえ DLC を使用している点がちょっといい感じです。チューニングフィルターについては波形を見ながら進めましょうか。そうだね。ではまずバンドレイヤーチップの比較から。実測だと TRN ティップスの小域の伸びが一番、メモリーフォームがやや柔らかめといった印象です。今回は TRN ティップスを基準に進めていきます。チューニングフィルターは3種類。左のグラフがレベル変化をそのままの状態。右がレベルを合わせた実測比較ね。開封時に装着されているブラックのフィルターが基準となり、レッドが柔らかめでレベルも下がり、ブルーが明るめでレベルが若干上がってるのね。レベルを合わせるとレッドが低域の出方が目立つのっていう風に見えるけど、このあたりは後ほどサウンドチェックの後触れることにするね。今回は価格、ドライバー構成で比較したい他モデルが見つからなかったので、サウンドチェックは3種類のチューニングフィルターの違いにしました。レベル変化を収録していますので、フィルターレッドの音が小さめになります。収録音の調整はフィルターブラックを基準にしています。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
ーは例えば同メーカーのプレイナーモデルキリンやナイス HCK-F1 のフィルターの特徴に似ていますね。この辺りの帯域を中心に結構効いてるね。チューニングスイッチと違って付け替える作業は面倒だけど、低価格でもチューニングスイッチの技術を導入できる TRN がそれをあえて使わなかったのは音響空間構造にこだわったからなのかなって思ってる。そうなんだ。それぞれのフィルターの効いた感じを教えて。まず基準となるフィルターブラック。自分の耳には中高域以上が少し聞こえすぎる感じだった。ただすごく余裕がある響き方でクリアーな印象。この辺りから減衰が始まってるから低域がやや控えめだけど大きく物足りないといった印象ではない。中域をそれなりに抑えてる影響もあるだろうね。次はフィルターブルー。ブラックでも中高域以上が聞こえすぎるので個人的にはブルーは使わない。でも2箇所のピークをしっかり持ち上げているので明るさがさらに確保されてる。ここはお好みでどうぞ。レベルが 0.6 デシベルほど上がるけどそのままの音量で聞ける範囲。最後にフィルターレッド。波形比較ではこの帯域がちょっと落ちすぎかなっていう風に見えるんで期待していなかったんだけど、実際聞いてみるとこれが自分の耳には合う。低域が持ち上がるように見えてるけどこれは相対的なものだから中高域以上が下がった分低域が聞こえやすくなるよというのを視覚化したという捉え方で OK。もともとすごくクリアーな響き方なんで好み前提ではあるけどこのぐらいの方が少し落ち着いた雰囲気で良かった。音数が少ないジャズトリオの演奏などではかなり没入できてずっと聴いていたくなる。音数が多いとダメなの？そういうわけじゃないよ。濁りは少ないと思う。フィルターレッドではシンバル系のバランスも少し引いた感じだしフロアタムのローなりの迫力もしっかりしてる。そりゃもっと上の価格帯のモデルと比べると迫力の部分ではやや物足りないと感じなくもないけど3000円台の価格のモデルがここまでなってくれたら文句ないわ。フィルターレッドでのボーカルはどう？グラフを見る限り少し聞きづらいかなって思ってたんだけど実際はそんなことなかったよ。バックの音源に対してやや持ち上がるイメージだった。逆にフィルターブラックやブルーだとかなりボーカルが前に来るね。ジャンルやアルバムによってミックスは違ってくるんでフィルターブラックやブルーがハマることももちろんある。どのフィルターがいいってことじゃなく幅広い対応が可能ってことだね。主観ですが今句はこの価格帯だからいい音ってことじゃなくもっと上の価格帯のモデルの音に感じましたね。ダウコン品を含めいい意味で価格設定間違ってるよなーって思います。一ユーザーとしては嬉しいですね。愛ちゃんの買ったモデルを借りる形でレビューしましたが私も買っておこうと思います。そうですね。ぜひ買っちゃってください。ということで TRN コンクのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。